ウォーロポッツ&ウォータイタンズフランベチャンネルへようこそ。いやーねマジで言ってることとやってることこれほど食い違ってるってね。もうただただ呆れるね。金の亡者って言われるぞ。その話題は後ほどで、今回のテスサバようやくだが地雷の探知範囲が200から100メートルに範囲縮小し、移動速度も通常も加速時も共に12キロの減少。ようやくこれで逃げ回る舵を捉えやすくなりそうだ。さらにはおいおいどこから飛んでくるんだって地雷もそうそう近づかなくなるってことね。グラディウスとピルムについてはワンショットあたりは 93.75%、 バースト間隔で 10%、 つまり時間経過で考えると 83% 程度の弱体化となりそうだね。それじゃ本題改めてだが、アップデート 11.2 このバランス変更の骨子を確認しよう。運営としては戦略戦術重視で刹那な反応よりも賢明な判断こそが重要とさ。つまり圧倒的な火力で瞬間的なファイアリングではなく緻密なバトル展開で戦ってもらいたい。なのでここが重要なのだが、ダーから一斉に装備武器の火力を弱体化させますってことだったのだがね。おい運営よ、へりくつはどうでもいい。実際の対応はぶっ飛んだ火力だけでなく普通の武器までさえも大幅弱体化させた。対策はこれだろう。しのぼの言ってもだったらなぜロケット弾のような一瞬で10秒程度のダメージを叩き出す武器を登場させるんだ。そこに緻密な戦術や賢明な判断はどれだけのクオリティで存在するんだ。フランベが喜ぶような後方で隠れて打ち放つだけでキル取れるセットアップがそれなのか運営よ。まあここまでならばネタが尽きたんで少しだけポリシー曲げてって、まあいつものことだから仕方がないと思っちゃあいたがね。今回はどうだ、もうポリシー歪めてってレベルじゃないね。もう言ってることが嘘だってレベルだ。まずこのアップデートノートでのパーティクルダメージだが、サンプルの黒子おそらくタイポだろう。36000と書いてあるはずだ。これつまりマーク3での最大値だね。これが実装のダメージはマーク1レベル9ですでに超えている。レベル12では重武器のマーク3を超えるありさまです。確認できちゃいないが実装のマーク3だとほぼ2倍の火力となっているのだが、これカムフラージュかいい公表スペックはかなり低く表示しておいて、いやーコマンダーやはり我々はコンセプト通り緻密な戦術を重視した新型を発売し続けます。実際は2倍の火力なんでこれも最高かよってことになりますが、まあそんなとこか。では再度確認。前回未確認だった距離によるエネルギーダメージは低減するのかだね。まあどうやら距離による低減はないのだが、ないからこそこのサイレントバフが効いてくるよね。爆売れ狙ってるよね。ポリシー曲げてまで。それじゃ次にエネルギーシールドへのダメージ蓄積は確認済みだが、物理シールドではどうだろうってとこと、この手とのアビリティで敵へダメージ与えても蓄積ボーナスは消費されず 200% の火力となるのか確認では。あ、そう思いっきりバフできちゃうんだね。これはそれじゃあ最後の検証では、そうもうこれ定番になるかもね。ソードユニットに黒子、まだまだマーク1レベル12程度でのダメージを見てみましょう。ドローンには消す取れる。今回は最大上限 21% となる。その他のバフを加算し 33% となる。まあこれならシールドブレーカーさえ使われなければ、物陰に隠れ150メートル以内に近接できればかなりぶっ飛びそうだが、はい結論、細かな戦術はいりません。そうこれなら敵へ150メートル近づきアビリティボタンを押しファイアリングするだけでトータル70万のダメージを与え楽々キル取れます。それじゃあ最後の最後に、編集後に追加で差し込んだバトルでの火力。この黒子一つだけのダメージと言っても過言ではないだろうね。それじゃ実際に蓄積ダメージによるフルマックスに 100% かつ 33% 追加バフ。いかがだろうこのぶっ飛び具合。もう一度言います。これマーク1レベル12の黒子一つだけの火力ですからね。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。